皆さんこんにちは。レッツハドルのティムヒデボーでございます。イエーイということで、皆さんにちょっと見せたいものが、今日はちょっとあるところからなんですけど、じゃじゃん、見てください。NFL、全チームロゴが入ったタオルを、いただきました。イエーイ。はい、いつも仲良くさせていただいているアメフト仲間の方からですね、クリスマスプレゼントにこれをいただきました。ありがとうございます。いや本当に僕はペイトリオッツとかね、アリゾナカージナルスとか好きなんですけど、そこだけじゃなくて全チーム、アメフト自体が好きなので、こういう全てが網羅されたタオルっていうのは今まで持ってなかった、グッズで最高ですね。ちょっとそのシーズンが佳境に入ってきている NFL の方もですね、フィフスダウンチャレンジさんの動画なんかを、見つつですね、どんどん見ていきたいなと思うのですが、本日はですね、日本のアメフトの決勝戦ライスボールについて、特集したいと思います。実はですね、このライスボールというのは日本選手権としてね、アメフトの日本一のチームを決めるような大会として、大学の優勝チームと社会人の優勝チームが昨シーズン2020年シーズンまでは対戦するというのがこのライスボールだったんですが、今シーズン2021年シーズンからライスボールが社会人 X リーグの決勝戦として日本最高峰のゲームとして位置づけられるということになりました。これまではジャパン X ボールという名前で社会人の決勝戦が行われていたんですが、それ自体がなくなってライスボールでその対戦カードが実現するというような形になっております。この今回のライスボールなんですけれども、対戦カードがパナソニックインパルス対富士通フロンティアーズということで、今シーズンの X リーグの1位2位のチーム同士の対決ということになりました。 X リーグの中でも結構最近はもうクラブチームといってですね、皆さん会社員とかお仕事はされているんだけれども、部活動的な形で、いろんな会社の人が集まってチームを結成するクラブチームというのが、主流なんですけど、この富士通パナソニックだけは企業チームとして、社員の方だけが所属されているという、チームになっています。その背景もあってですね、パナソニックの荒木監督なんかは、実は富士通とはその企業チーム同士ということで関係性も深いところが実はあるんだよみたいな話もされていましたけれども、そんな2チームの対戦になります。このパナソニックと富士通なんですけれども、実はこのライスボールの舞台ではですね、3回対戦の経験があって、パナソニックの2勝1敗という形になっています。ただ直近の2019年シーズンはですね、富士通フロンティアーズがわずか2点差ではあったんですけど、28対26で、勝利をしたというような、結果になっています。そして、レギュラーシーズンはですね、2021年今シーズンは、26対20で、第6節に、パナソニックが富士通を倒しているというところなんですが、その前の2019年シーズン、富士通が優勝したシーズンですね。この時はレギュラーシーズンでも45対27で富士通が圧勝しているというようなところで、直近、この2019年、21年2つのシーズンで言いますと、富士通フロンティアーズの2勝1敗という形になっています。正直ですね、この2チームの対戦というのはなかなか、本当に熱いというか、どっちが勝ってもおかしくない接戦になることが、予想されるので、このライスボールという最後の舞台に、もうふさわしい戦いになるんじゃないかなと思っています。試合のポイントなんですけれども、ボールコントロールとショートパスランプレーのその裏側を見せてくれというような、ところを書いております。ボールコントロールっていうところで言うと、まずはですね、パナソニックの方はランプレーとか、を得意にしているチームですので、そこのプレーと、あとは、パスプレーっていうところで準決勝の IBM 戦からですね、調子が上がっているパス攻撃とどう絡んでいくのかというところは楽しみなところです。一方の富士通フロンティアーズの方は、トラション・ニクソン選手というですね、素晴らしいランニングバックの選手を擁する中なので、そこのランということと、あるいはですね、ショートパスとかその裏側のプレーアクションのパスということがあるということで、両方のチームに言えることなんですけど、いかにボールをコントロールする、自分たちの所持時間を長くして
相手の攻撃機会を減らせるのかっていうことは、このゲームのポイントになってくるんじゃないかなというふうに思っています。そして、ロングパスというのもですね、頻繁に投げられてくるんじゃないかなと思っていて、それはやっぱりショートパスとかランプレーということで、種まきをした後にゴーンと奥を狙ってくるということが、シンプルなところではあるんですけど、結局ここのシンプルなところをいかに丁寧にやれるかっていう、そこで勝ったチームの方が優位に立つんじゃないかなというところで思っています。もちろんそうなるとライン戦ですよね。ライン戦の戦いが、注目をされるということになります。ライン戦についてちょっと詳しく知りたいなという方は、フィフスダウンチャレンジさんが動画上げられていて、ホナルドさんというね、ラインの専門家の方が出されている動画が分かりやすいので、そちらでも見てみてください。はい、ここからは注目選手です。まずですね、パナソニックインパルスなんですけれども、なんといってもこの選手かなと思います。内なる投手とクールなプレー、アンソニー・ローレンス選手、18番クォーターバックの選手ですね。ローレンス選手ですね、レギュラーシーズンで128回パスを投げて、インターセプトはわずかに1本ということで、インターセプト率 0.78% っていうのは、100回以上パスを投げている QB の中で、最小というところだそうです。で、そういう正確性っていうところ、ゲームを壊さないというところが、ローレンス選手の一番の魅力ではあるんですけど、実はこのローレンス選手が覚醒したらすごいというかですね、前回の IBM 戦でも、37分の24回266ヤード4タッチダウンを決めたというところで、点の取り合いでも勝っていけるんだというのをローレンス選手の力を証明したような、試合だったのかなと思っています。なので、この富士通戦というところでもさっき言ったようにボールコントロールというところとかは注目なんですけど、もしちょっとですね、2タッチダウン差とかつけられて追いかけないといけない展開になってもですね、このローレンス選手の力を持ってすれば、逆転劇も演出ができるというような今状況が出来上がってきているのかなと思ってます。でそのローレンス選手の、パスターゲットになる、メンバーは何といっても豊富ですよね。で前回セミファイナルのネクストハラルでも紹介したルートの神様木戸選手、はもちろんなんですけど、スーパールーキー桑田選手、この選手も注目ですね。IBM 戦でブレイクしましてですね、パスキャッチ9回で95ヤード1タッチダウンを上げたというところと、あとはリターン、パントのリターンの場面とかでもね、すごく積極的なプレーを見せるようなアグレッシブな、プレースタイルのルーキーがいるので、この選手がちょっと、今まで注目されていた木戸選手とか、あるいはワンハンドキャッチの達人のブレラ翼選手とか、フィールズ選手とか、そういったところ以外にもですね、このインサイドレシーバーで、桑田選手が、台頭してきたというのは、このパナソニックのパスユニットにとっては非常に大きいんじゃないかなと思っているので、まずはやっぱりランニングバック4重視を中心としたラン攻撃を軸に、しつつもこのパス攻撃というところで、ランプレー代わりのパスっていうことも含めて結構な獲得ヤードを取ってくるんじゃないかなと、その展開ができれば非常に優位に立つんじゃないかなと思っています。一方のディフェンスですけれども、注目はこの選手です。アスリートコーナー清家大志選手、背番号21番の選手です。清家選手はですね、非常にアスリートという風に書いてるんですけど、スピードが速くてパスカットなんかも積極的に狙っていくような、そういったタイプの選手なんですけれども、正直ですね、前節の IBM 戦ではちょっと苦戦も強いられたディフェンスバック陣だったんですけど、その要因の一つが、結構ですねアグレッシブに本当にパスカットに行くので、それで、パスカットが失敗してしまったらロングゲインになってしまうというようなことがディフェンスバック全体的には起きたことだったと、思うんですけど、パナソニックとしてはですね、逆に言うとそういったアグレッシブなプレーを、ディフェンスがしていくことによってビッグプレーを生み出すということもしたいということだと思うので、そのあたりでこの清家選手が、パスカットはもちろんインターセプトなんかもですね、試合の中で見せるんじゃないかなというところで、注目しています。本当にアスリートっていうようなプレーを見ていただいたら分かると思うんですけど、プレースピード豊かな選手です。もちろん他にディフェンスバックでいうとジョシュア・コックス選手とかですね、大ベテランの辻選手とか、いうところで注目どころの選手は非常に、多いんですけど、ちょっと IBM 戦で崩れてしまったその、パスカバーというところをどのように立て直してくるのかというところが注目です。
そしてディフェンスラインですよね。プレッシャーをかけ続けるというところでいうと、ベテランの梶原誠選手、それから、ビッグプレーを、生み出して、もう本当にゲームを完全に変えてしまうような力を持っているジャボリー・ウィリアムス選手、それから、YouTuber としても、大活躍をしているイグエ・ケリー選手ですね。そういったような、ディフェンスラインでのパスラッシュ、それからランでの、着順なタックルというのも注目です。一方の富士通フロンティアーズなんですけれども、こちらはですね、クォーターバック、ロングボムということで前回も紹介しました高木翼選手からのやっぱりパス攻撃、ここに非常に注目が集まるとは思うんですけれども、そのパスターゲットとしてですね、注目どころを挙げたいと思います。ゲームチェンジャー吉本純平選手、ベテランの域に入っているんですけれども、前回 OBX 戦でも6回62ヤードの、パスキャッチを見せて、うち結構ですね、サードダウンで、取るようなプレーとか勝負どころでキャッチを決めるようなプレーがあって、本当にまさに、ピンチをチャンスに変える、そんなゲームを変える力を持った、選手がこの吉本選手じゃないかなと、思っています。吉本選手のインスタなんかも、ストーリーズとかでも拝見してるんですけど、アメリカの試合の、スタッツとかを見て、その試合をライスボールでやったら MVP やなっていうような、コメントをされていたりとか、非常に日頃から熱い思いが、伝わってくるような方だと思うので、吉本選手が流れを変えるプレーをどこで見せてくれるのか、これは楽しみなところですね。そしてもちろん今エース、レシーバーにもなりましたね、松井力選手、この辺りの注目ですよね。実は第6節のパナソニック戦では松井力選手はわずかパスキャッチ1回にとどまったというところがあったので、その鬱憤を晴らすべくですね、活躍されるような気がするので、この松井選手、吉本選手あたりが、特に注目どころかなと思います。怪我から帰ってきているサマジー・グラント選手が、いるというのも第6節とも違うところですので、そのあたり、サマジー選手はね、本調子じゃなかったとしても存在が、脅威というところはあるので、そのあたりのやっぱりパスユニット注目ですよね。そしてもちろんランプレーですよね、ゲームを安定して作る上では、トラショーン・ニクソン選手の、ラン攻撃というところは注目だと思います。セミファイナル OBX 戦でも20回113ヤード1タッチアウトということで着実に活躍をしてきている今シーズンなので、このニクソン選手のランをいかに出せるのかっていうこともゲームのバランスを変えていくかと思っています。そしてですね、オフェンスラインに CFL カナディアンフットボールリーグからですね戻ってきた町野選手もこの試合登録をされるということなので、出場自体がちょっとどうなるかわからないですけれども、このライン戦勝負になるだろうというところの意味では非常に注目だと思います。続いてですね、富士通のディフェンスというところなんですけど、前回のセミファイナルの動画でもアディアミ選手は注目ということでディフェンスバックで紹介してるんですけど、今日はこの方を紹介したいと思います。インターセプト奥田亮太選手、23番のディフェンスバックの選手です。奥田選手は実は今シーズンエクソンスーパーで3インターセプトを上げてインターセプト王ということになってるんですけど、アディアミ選手の反対側ですね、非常にハードなタックルとかでも見せるような選手でもありますし、やっぱりパスへの嗅覚みたいなところが、ある選手なんですけれども、実はちょっと第6節のパナソニック戦では木戸選手のプレーに翻弄されてしまったというようなところがあってですね、縦のパターンと手前のパターンっていうようなところでのやり取り攻防というところで、後半ちょっとやられたところがあってですね、非常に厳しい戦いになった部分もあったので、その汚名を返上するためにもですね燃えてきていると思いますし、本来奥田選手非常に、パスのカバレッジタックルっていうところ、いい選手なので、パスのカバー自体はもちろんですね、取られた後のタックルという意味でも、ファーストダウンさせないようなギリギリのプレーみたいなことも見られるかなと思うので、このインセプ王奥田選手の活躍、注目ですし、勝負どころでのインターセプトがあるのか、というところも期待したいと思います。富士通の方でいうとディフェンスラインの神山選手とかですね、才川選手と、いったあたりがいかにプレッシャーをかけれるのかというところ注目ですよね。神山選手なんて大ベテランなんですけど、どんどんシーズン深まるにつれて、パスのラッシュとか、着実なプレーというのがどんどん、パワフルさを増しているので、このあたりも注目です。
そして、スペシャルチーム対決というところで言うと、やっぱりキッカーの対決っていうところも今回注目だと思ってます。パナソニックだと佐伯慎太郎選手、富士通だと西村豪鉄選手、X リーグを長く牽引してきているような素晴らしいキッカー2人なんですけれども、佐伯選手が非常に成功率高くフィールドゴールを決めていることに対して西村選手はなかなかちょっと決まっていない。チームとしても、キッキングに難があるというところがあったんですけど、大引戦では、しっかりフィールドゴールに決まってポイントアフタータッチダウンを決めていたというところだったので、そのあたり修正をしてきていると思うので、お互いに、特にですね長いヤードのフィールドゴールというところをいかに決められるのか、もしかしたら、フィールドゴールのキックがこのゲームを決めるというような展開もあるのかなと思うので、非常にこのキッキングというところは、ポイントになるのかなと思っています。それでは、得点予想なんですけれども、パナソニック勝利と富士通勝利の両パターンをちょっと、今回は、紹介させてください。僕の予想ではパナソニック勝利の場合は30対24で勝つということと、富士通勝利の場合は38対34で勝つということになるんじゃないかなと思っています。パナソニックが勝つとすればですね、やはりキッキングでちょっと差をつけるんじゃないかなというところで思っていまして、お互いにタッチダウン3つずつ取って、で富士通の方フィールドゴール1本決まるんだけども、パナソニックの方はフィールドゴール3本決めてという、ちょっとそのキッキング分差を開けて、勝つんじゃないかなというところで思っています。お互いディフェンス力あるチームなのでですね、フィニッシュまでさせない、というところをうまく守ってですね、キック勝負になるというところに持ち込めばパナソニックの勝機が、見えてくるんじゃないかなと思っています。一方の富士通が勝つパターンでいうと、やっぱり得点力っていうところを富士通が発揮した時にですね、取り合いになって最終的にはでも、取り勝つというか、攻め勝つというかですねっていう展開があるんじゃないかなと、これはディフェンスでインターセプトリターンタッチダウンとかいうことが起きることも含めて、38対34ということで爆発的な攻撃力の、差で勝つんじゃないかなというところで思っています。本当にこの2チームはどういう展開になってもおかしくないというか、もう本当に面白いゲームになることは間違いないと思うので、僕も会場で見るのが楽しみです。はい、ということで、試合情報放送予定というところです。チケットはですね、概要欄に記載しているページの方から、購入をされてください。A 席、B 席、C 席とかバルコニー席とか、いろいろ書いてるんですけど、ページの方に詳細載ってるので、見やすい席ですね、というところを探してもらえたらと思います。そしてですね、ハーフタイムショーになんとゴリエさんが、現れるということなので、僕も小学生ぐらいですよね、ゴリエさんの記憶はすごくありますけど、どんなパフォーマンスをチアの皆さんに見せるのかというところも、注目したいと思います。ライスボール自体は3時キックオフなんですけれども、その前にですね10時30分から女子タッチフットボールの、全日本王座決定戦桜ボールがあったり、11時55分から関東の中学生のアメフトオールスター戦があったり、その後大学高校の監督の表彰があったり、X リーグのベストメンバー、NFL でいうオールプロみたいなような、選手の紹介があったりということで、非常に試合はもちろんなんですけど、いろんな式典としても、注目が集まるような、ライスボールなので、ぜひ早めに会場に入られる方は早めにスタンドの方入ってですね、試合以外の部分も、楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思っています。テレビの方ではですね NHKBS1 で、有馬隼人さん、朝日ビールシルバーさんのヘッドコーチの解説で、生中継が予定されていますので、こちらの方も注目です。X リーグ TV の方でですね、生ではないんですけど後日配信があるということで、こちらの方では、元富士通の、鈴木さんと、元パナソニックの鹿間さんの解説予定されていて、OB お二人の解説ということも楽しみなので、両方チェックをされて、見てほしいなというところです。はい、ということでライスボールいよいよですね、もうこの試合が終われば、日本の、アメフトのシーズンが終わるというような、風物詩的な、ものであり、最高の試合が見られるゲームでありということになってくると、思うので、非常に寂しいんですけれども、このライスボールというところは楽しみにしたいと思います。
当日は、私もですね現地観戦、取材を予定しております。熱戦の模様をまたお届けできるように、いろいろ取材していきたいと思うので、また、ライスボールの事後特集もお楽しみに。それではいざライスボールへレッツハドル。ありがとうございました。